後で泣きついても助けない。地元農家さんにそう言われたこの300キロ離れた相続地。今日は除草剤を撒きながらそのリアルをお話しします。こんにちは、バーケンです。今日はこの畑で除草剤散布に挑戦します。まずは除草剤を水で薄めていく作業から、今回使うのはこちら。ヤフーショッピングの農薬部門でよく上位に入っているサンフーロンです。今回は2リットルの水に対してこの量で希釈します。このコップ実は自作なんです。除草剤はいろいろ種類がありますが、私は安さで選びました。一番有名なのはラウンドアップですが、このサンフーロンはそのジェネリック品、いわば後発品です。だからお値段はかなり控えめでした。ここで大事なお知らせ。除草剤ランキング上位にもある非農地用除草剤。あれは安いのにバッチリ効きます。ですが農地には使ってはいけません。もし誤って使ってしまうと法律違反で罰金が課されることがあります。さらに隣の農家さんの作物に影響が出れば多額の損害賠償を受けることにもなりかねません。なので農地には必ず農地用除草剤を使ってください。それでこの除草剤効果をしっかり検証したいところなんですが、ここは自宅から 300km も離れた相続地です。正直今日撒いたらそのままもう帰るだけです。だからすぐに効果をお見せできないのが正直なところもどかしいんです。この遠方相続のリアルとして見ていただければ幸いです。実は農家さんにとって当たり前のことなんですが、私自身この畑を受け継いで初めて知ったことがあります。それは除草剤をまくとき、自分の畑だけじゃなくて周りのことも気を配るということです。例えば水路の縁や道の端っこなど、ここって誰の土地なんだろうってはっきりしない場所がありますね。でもこういう場所は昔からこの地域では一番近くの土地を持っている人が手入れするという習慣になっています。もし誰も手入れしなかったら雑草や虫が増えて困ってしまいます。つまり登記簿に載っている自分の土地だけじゃなく、周りのエリアもきちんと管理するのが農家としては普通のことのようです。手前の三角形の土地と道路の向こう側の土地を合わせると1000平米ありますが、これまで近くの農家さんにお金を払って管理してもらっていました。年間1万2000円でした。年間1万2000円は安すぎたので値上げしたいと言われました。実は1万2000円は激安。農家さんもボランティアみたいな価格だったんです。実は1万2000円は激安。農家さんもボランティアみたいな価格だったんです。でも父の遺産を使い果たしてしまい、今は自分の財布からお金を出している状況なので、お断りしました。すると農家さんからこう言われました。後になって雑草だらけになって困ったとしても、その時に頼まれてももう助けませんよ。とはっきり言われてしまいました。安い価格でやってあげてたのに、今度から自分ですると言われると、農家さんもちょっとムッとされたのかもしれません。私が悪かったんです。でももう後戻りはできないです。自分でやる道を選びました。この決断をするにあたって私の中でずっと引っかかっていたことがあったんです。それは農家さんが年に6回は農薬をまく必要があるとおっしゃっていたことです。皆さんこれってどう思われますか？もちろんたくさんまいてきれいにするに越したことはないですが、年に2、3回草刈り機で刈るか除草剤をまくくらいで十分なんじゃないでしょうかと私なりにインターネットで調べて思ったのです。現地の農家さんはプロですから、今後私が後悔するかもしれませんし、私のやり方でも十分だったということもあり得ます。まだ始まったばかりなんです。
さて次は雑草の話です。今まだ草はそんなに伸びきっていないんですが、4月下旬です。これから隣の水田で稲を植える時期なんです。農家さんに聞いたら、稲を植える前の今しか除草剤を撒いちゃいけないって教えてもらいました。だから無理してこの日にここにやってきたんです。この畑に生えている草なんですが、特に多かったのが杉菜、ヒメオドリコソウ、そして小判草でした。私まだ素人ですけど、雑草のことも今いろいろと勉強中です。どんな草が生えてると要注意なのか知らないといけないですから、今はインターネットで情報が手に入る時代なのでしっかり調べていきたいと思います。それにしてもこの薬剤どのくらい撒けば雑草がちゃんと枯れるのか、正直まだ手探りなんです。しかも今使っているこの2リットルの噴霧器、作業してて思うんですけど、これ小さすぎませんか？効率が悪いような気がします。もし詳しい方がいたらぜひコメントで教えてください。ちなみにおよそ10分で2リットルの希釈した除草剤を使い切りました。この作業をしてから2週間ぐらい後のことなんですけど、現地の人から別件の電話のついでに教えてもらいました。畑だけどラウンドアップでも撒いたかねって聞かれました。本当は今回使ったのは安物のサンフーロンなんですが、思わずはい巻きましたって言いました。何を巻いたかは言ってないので嘘ではないです。で続けて杉菜がちょっと残ってるなって教えてもらったんです。ということは杉菜以外は効果があったと思われます。正直杉菜は隣の水田の稲に直接的な大きな害はないらしいのですが、どうも現地の農家さんの間では印象が悪いみたいなんです。なんだかあの畑は管理ができていない、貧乏くさいみたいなイメージにつながるみたいです。だから農家さんがダメだっていうのならしっかり杉菜対策していきます。それに調べてみると、杉菜は地下深くに根を張るから草刈り機で刈るだけじゃ根絶は難しいようです。耕運機で耕しても根っこが深いから余計に広がるみたいです。結局杉菜には除草剤を何回を撒くしかないようです。農家さんが言ってた除草剤散布年6回はこういう厄介な雑草対策も含めると必要になるかと思います。これは相続あるあるだと思います。これまで空き地の雑草や河川敷に生える雑草なんてまともに見たことなどありませんでした。でも最近はどこに行っても雑草が気になって仕方ありません。自分に関係があるものは思わず見てしまうんです。そういえば以前砂山の動画をやっていた時はどこに行っても砂山ばかり目についていました。でも砂山が終わった途端今度は全然目に入らなくなったんです。人って不思議です。関心があることしか見えていないんだなって改めて実感しました。皆さんも何か新しいことを始めると今まで見えなかったものが急に見えるようになった経験ありませんか？それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。